皆さん、今日朝何を食べてきましたか？ご飯でしょうか？パンでしょうか？我々は日々選択をしています。人生は選択の連続なんですね。でも一方で、選択をするという時には未来をつかむことであると同時に、選択しなかった未来、選ばれなかった未来を捨てる決断をしているということになります。このように選択する、あるいは意思決定をするというにはなかなか重要な問題なんですね。そこで今日は皆さんに意思決定をする理論としてゲーム理論をご紹介したいと思います。ゲーム理論というのは意思決定をするという中でも特に戦略的状況でどういった意思決定をするかということを説明する理論です。戦略的状況というのはどういう状況かといいますと、ゲームには相手がいますね。対戦相手がいます。その相手がどんな行動をとるか、それが自分に影響を与える。一方で自分の取った行動も相手に影響を与える。そのような状況を戦略的状況っていうんですけれども、そういった時に一体自分が何をするべきか、どんな意思決定をするべきか、それと同時に自分の選択と相手の選択の結果何が起きるのか、こういったことを分析することを可能にする理論です。皆さん、コンビニやガソリンスタンドがすぐ近くに立地する、こういった現象をよく見ませんか？なぜこういったことが起きるんでしょう？これを説明する有名な例があります。ホテリングの立地論と言います。これをちょっと例を挙げてご紹介したいと思います。今、ビーチにアイスクリーム屋さんが2軒立地しようとしているとします。さあ、どんなところに店を構えると思いますか？こんなふうに予想する人はいるかもしれません。今、離れて A と B というアイスクリーム屋さんが立地しています。でも、ちょっと考えてみてください。アイスクリーム屋さん A としては、もし B がこの位置に立地するのであれば、もう少し中央によって店を構えることによって、もっとたくさんのお客さんを取ることができるでしょう。同じことはアイスクリーム屋さん B も考えるんですね。結果として、実は隣同士に立地してしまいます。こういった現象は、コンビニが隣同士に立地する、あるいは二大政党の政策が非常に似通ってしまうといったいろんなことを説明してくれます。我々の周りは実はゲーム的状況に満ちています。ゲーム理論を勉強すると、個人やビジネス、それから国家の大きな戦略に至るまでいろんなことをクリアに分析する視点がつきます。